日札幌駅のホールでキッシュを買ってきました。初めて食べるので楽しみです。いただきます。キッシュがすごい美味しいです。ごちそうさまです。この無印のセールでいつか買おうと思っていて、なかなかサイズとデザインが気に入ったものがなかったんですけど、すごいデザインも可愛いやつが売ってたので購入しました。で、今から変えていこうと思います。ここをパチンとします。いいよきよき。ちなみにこのタオルケットはニトリのワッフルタオルケットです。前はちょっとオフホワイトみたいな色味だったんですけど、真っ白の素材になったのと、夏っぽい素材なので結構爽やかな感じになったと思います。いや、今日もすごい暑いです。オレンジジュースの炭酸割りを飲んで涼みながら作業していこうと思うんですけど、今日は主に文房具、最近購入したものがいくつかあるので、ちょっとそれをご紹介していこうと思います。結構たくさんマスキングテープをネットで購入したのと、あと無印良品で今セールやっているのでいくつか購入してきたものをご紹介しようと思います。まず最初ご紹介するのがのマスキングテープです。もうちょっと開封して使っちゃったんですけど、10個セットで購入しました。 MT って書いてる定番のマスキングテープです。で、こんな感じで全部モノトーンのマステです。私はバレットジャーナル手帳とかは基本的に結構モノトーンにシンプルに仕上げることが多いので、もうモノトーンで揃えました。こ
んな感じです。いつもよく使ってるマスキングテープ、この3つは無印良品で購入したやつなんですけど、やっぱり白はよく使うので、これも追加で入ってたのでちょうど良かったです。で、無印ではこの PP デスクトレイっていうやつを購入したので、これをデスクの隣にある引き出しに入れて、マスキングテープすぐ取り出せるように収納しようかなと思います。ちょっと1個入らなかったですけど、こんな感じでぴったりです。だいたいぴったりですね。で、あと他にも文房具いろいろ購入したんですけど、この辺りはさっきもう作ったんですけど、レシピのノートを改めてちゃんと作った方がいいなと思って、それで物を揃えました。今まではこっちのバレットジャーナルの方にレシピちょっとずつ書いてたんですけど、それだともう実際このバレットジャーナル1冊あともう少しで使い終わっちゃいそうなくらいで、1冊また新しくしちゃうと気軽に料理作ろうっていう時に探すの大変だなっていうことに気づいて、今更で新しくこのバインダーを買ってきて、これは自分でデコレーション的なことをしたんですけど、こういう風に作りました。で、これで使っているアイテムはこのバインダーと、あとお料理する時に見てると、どうしてもただの紙のノートだったら水が飛んだりとかして汚れちゃうなと思って、このクリアポケット、英語のサイズで揃えたんですけど、これに一個一個紙を入れて作っていこうかなと思ってます。で、中に入れてるのはこの便箋、こういうタイプの便箋になってます。で、そこにこのチェックリストの付箋の小さいタイプのものなんですけど、これを上から貼って、こういう風にここに材料をかけるようにしてみました。で、あとはルーズリーフで、これがルーズリーフを切って貼ったやつです。で、ちなみにここで使ってるシールはこの丸いステッカーです。こちらはインスタのリトルルームズっていうサイトで購入したものです。1つ500円でした。これでちょっとデコレーションしてるのと、マスキングテープは先ほどのこちらとコピックペンを使ってここに色をつけてるっていう感じです。で、まだこれ1ページしか作ってないんですけど、もう見開き両面になるようにして、こっちのメニューの写真をここに貼ったりとか、そういう風にしたいなと思ってるんですけど、何せうちにはプリンターがないので、そろそろプリンター必要かなとか思ったりもしてます。で、あと買ったアイテムとしてはこのインデックスです。これは120円で5枚入りでした。で、これを例えばこれは今お野菜の作り置きとしていいなって思ったレシピなんですけど、野菜の料理の見出しをつけたり、あとお肉料理、魚料理、お菓子、あとパンとかですかね。あんまり作ったことないけど、ちょっとそんな感じで使ってみようかなと思って買いました。この表紙はピンタレストで撮ってきた画像をコンビニで印刷したポストカード
なんですけど、これは私はセブンで印刷してるんですけど、ピンタレストで撮った画像を保存しておいて、それをセブンのネットプリントのアプリを使ってはがきサイズで印刷すると、本当にこのはがきで印刷が出てきてくれます。個人的にはこのチェックリストがすごいちっちゃくて、もう一個大きいのも持ってるんですけど、こっちは主に壁に貼って忘れないように使ってるっていう感じなんですけど、こちらのサイズだったらあとバレットジャーナルにも使えていいなと思って、これはすごいお気に入りです。で、こちらが普段使っている台の方はもともと木の素材だったんですけど、以前グレーにペンキを塗ったんですが、こちらの棚の色味が思った以上にいい色だったので、統一感を出すためにこちらも白に塗っていこうと思います。そしてこちらのテレビ台なんですけど、あれもグレーにペンキ塗ってあるんですが、これも統一感出すために白にしていこうと思います。ここが全体的に白くなったらどう変わるか、私たちも楽しみです。テレビ台も塗れました。こんな感じです。やっぱり白くするとだいぶ雰囲気が変わります。色が変わっただけで全然違う家具みたいで、新しい家具買ったような気持ちです。テーブルの方も完成しました。こちらのテーブルと白い棚の色が同じになったので、だいぶ統一感が出ました。やっぱり白くなるとお部屋全体が明るくなってすごいいいなと思いました。で、乾くのに1日2日は待たないと上のペンキが剥がれてしまうことがあるので、上に物を置くときはだいぶ乾いたのを確認してから乗せました。ちなみにペンキなんですけど、今回使ったペンキは水性のペンキを使っています。で、ホームセンターに行くと油性と水性っていうのがあるんですけど、家具を塗るペンキは水性を使うといいそうです。で、テレビ台の方も白く塗ったのが乾いたのでテレビを設置しました。ちなみにこのテレビ台、以前は普通の木目調のものだったんですけど、その上からグレーのペンキを1回塗ったんですけど、ちょっとどうしてもお部屋が暗くなりがちだなと思って、今回こちらも白く塗りました。やっぱりだいぶお部屋が明るくなった感じがするので、家具を白く塗るとだいぶリビングの雰囲気が変わって良かったなと思い